皆さんこんにちは、ズーです。今回は島クリエイトのテーマ、コンセプトをカタログのように紹介します。島クリをする中で悩むタイミングって、小さなスペースが埋められないことよりも、エリアがうまくつなげないことよりも、まず最初にどんなテーマで島作りを始めるかということだと思うので、そういう時の参考になればと思います。動画は1テーマごとに4つの構成で紹介して、1つ目がテーマ、コンセプト。2つ目がキーワード、キーカラー、島クリをする上でのポイント、難易度などの紹介。3つ目が家の外観、エクステリアの組み合わせ。4つ目ができる限りでのアイテム名の紹介となっています。1番目のテーマは、うさぎが誘うメルヘン世界です。おとぎ話のようなメルヘンな世界観をモチーフにしています。ピンクの中でも特に薄めのピンクのアイテムを主役にして、全体的にふわっとした夢見心地な雰囲気でまとめています。ウェディング家具をあんまりウェディング感を出さずに溶け込ませているのと、シナモン家具のテーブルと後ろ向きに置いたベルリーナをマカロンに見立ててファンシーに仕上げているのがポイントです。他の島クリアイディアを挙げると、お城シリーズで城郭や庭園を作ったり、うさぎがたくさんいる花畑とか合いそうです。外観は同じ家の形を色違いバージョンにして複数並べても可愛いですし、モカっぽいサイド低めの薄茶色を混ぜても可愛いと思います。2番目のテーマは童心に帰る街です。ミュージの元々の別荘のテーマがキッズが遊べる空間だったので、ちょっと子供っぽいおもちゃ箱みたいなイメージで作りました。特に青色をメインカラーで使っていて、そこに黄色とオレンジという間違いない組み合わせでポップにまとめました。ビニールプールや象の滑り台など、子供が遊んでいるところを彷彿とさせるアイテム選びがポイントです。ちなみに右下のヨットは大型遊具のつもりです。実際には遊具じゃないけど、言われてみればそう見えるみたいな全テーマに言えることですけど、完全にイメージにぴったりっていう家具はめちゃくちゃあるわけではないと思うので、連想力、想像力で少ないアイテムを補っていくのが大事になってくると思います。他の島クリアイデアは、公園、幼稚園や青空学校、秘密基地、土手などです。外観はドアプレートやドアを派手めにしてアクセントを持たせるのもいいですし、壁を青色にして存在感を強めにするのも合うと思います。3番目のテーマは発展途上の熱帯雨林です。うっそうとしたジャングルを開拓しながら生活しているイメージで作りました。なので切り倒したり買ったりした植物で家や道具を作って自給自足の生活を営んでいるワイルドな雰囲気が出るようにしました。一つ目のコツはとにかく情報量を増やすことかなと思います。この例で作ったこの範囲もアイテムか植物、マイデザの何かしらで所狭しと全部埋めています。植物も光苔やサボテンを混ぜてみたり、畑に花を混ぜたりしています。特に花は咲いているものの他につぼみの状態のものも混ぜることでさらに種類を多く見せることができます。二つ目のコツはデザインの凝った家具を置かないことです。開拓中の道具や服って機能性重視でデザイン性はもっと生活が安定してから気にすることだと思うんですよね。なので例えばここにエレガントシリーズを置いたとすると世界観的に違和感が出てくると思うので、そういった視点でアイテム選びをしてみるといいと思います。外観は自然由来の素材がたくさん使われたエクステリアがおすすめです。
4番目のテーマは地上の竜宮城です。貝殻家具のパールのリメイクを主役にした幻想的な島繰りです。シャボン玉を泡に、雪原を砂浜に見立てています。難易度はかなり高めで、マーメイドシリーズと貝殻シリーズの全てが揃っていたとしても難しいと思います。なので難易度を下げるとしたら、ピンクや紫といった色数を増やすか、マイデザインを駆使するなどで多少作りやすくなると思います。あとは手元に白い家具をたくさん用意しておくのも大事です。お家の右側は一応お店のイメージで、カーテンの部分が開口部になっていて、貝殻のベッドはフラットソファーのテラス席という設定です。他の島繰りアイディアだと、賑やかな街があったり、魔術師が住むダークなエリアがあったりと、物語調に仕立てるのも面白いと思います。外観は単色ベースでパールのリメイクを映えさせることに徹するか、アジアンテイストにして竜宮城感を出すなどなど、外観も難易度高めです。5番目のテーマは王道チャイナです。王道と言いつつ、中国の文化はなんとなくのざっくばらんなイメージしか知らなかったので、ちょっと調べました。その結果、中国では赤色が縁起が良く、パワーを持つ色で、同時に魔除けの色でもあるらしく、建築や婚礼衣装によく使われるそうです。あとは、左右対称であることや、反り返った屋根、提灯などが特徴として挙げられます。ということなので、全体的に赤を基調とした花やアイテム選びだとチャイナ感が出ると思います。とはいえ、中華なとかチャイナなっていう言葉が頭についているアイテムは少ないので、石や竹の家具も補助的に使うと作りやすいと思います。ちなみに屋根は赤ではなく黒や茶色の方がリアリティが出ます。6番目のテーマは収穫を迎える郊外の村です。野菜が好きすぎる人たちの農村のイメージで作りました。なので野菜の栽培はもちろんのこと、柵や建物、犬小屋までもがかぼちゃ色です。空間をまとめるためにところどころに焦げ茶色の家具を使って締めていますが、西部の街並みはグリーンのリメイクにしても可愛いと思います。難易度は優しめで、マイデザインなしでもできそうな気がします。他の島繰りアイディアだと、風車がたくさん立つ広大な野菜畑とか、サンクスギビングやハロウィン家具を混ぜたモニュメントとかできそうな感じがします。外観は野菜を擬人化ならぬ建築化、野菜と思えば組み合わせやすいはずです。7番目のテーマは桜が隠す秘境の里です。車窓から景色を見ていた時に山あいのある一帯だけ桜がぶわっとたくさん生えている場所があって、もしかしたらこんな場所があるんじゃないかなっていう妄想のもと作りました。主役は桜とツツジで和風に、昔のまま時が止まったような雰囲気でまとめています。脇の部分はこの例の地形の高さ関係がちょっと変なんですけど、縁側風にしたり、反対側は庭の小道風にしています。島繰りアイディアは、秘境っぽくするなら農村集落のように立体的な崖の多い土地と段々畑が合いそうです。逆に人が行き交う賑やかな感じにしたいなら、城下町風にしてお堀とお城を作ったり、すごく大きくて立派な庭園のある武家屋敷とか町屋とかがマッチすると思います。外観はプレイヤーのお家だと家のサイズが大きいのでお金持ち感が出て、
住民のお家だともっと質素でこじんまりとした庶民の雰囲気が出ます。8番目のテーマはポップにイエローチャイナです。アジアな壁のイエロー×ホワイトの組み合わせが可愛くて、これを軸に作り始めたんですけど、想像以上に苦戦しました。厚盛りのチャイナっぽいアイテムって柵も端も基本赤色なので、それを使わないとなるともうパンダくらいしか思い浮かばなかったので、パンダのチュンチュンを申し訳程度に置いています。難易度を下げるなら道路や水路といった色の合う前デザインを使うか、チャイナ要素を家の外観とパンダに集中させて、あとは普通の他の家具を黄色と黒でポップにまとめるといい感じだと思います。家の外観はアジアな壁の種類が多くて遊びがいがあるので、外観の色を黒くした反転バージョンだったり、あとはピンクバージョンもできそうです。9番目のテーマは爽やかエメラルドビーチです。ミントブルーのしっくり壁を軸にして、ここなら夏でも涼しげに過ごせそうな清涼感のあるビーチにしてみました。涼しさアピールに雪だるまを店員さんっぽく見せているのと、星のかけらでキラキラさせているのがポイントです。難易度は高めです。緑の中でも青に近い緑なので、同じような色のアイテムがかなり少ないです。なのでこちらもあと 1,2 色足すか、マイデザインをたくさん使うかすると難易度が下がると思います。外観は同じようなミントグリーンの壁を使うか、白もしくは薄い水色でまとめるとマッチします。10番目のテーマは内縄のチュラ集落です。沖縄といえば赤瓦と白漆喰が代表的かなと思ったので、全体的な色使いに取り入れています。柵はリアリティを重視するのであれば石垣やブロック塀の方が適していて、反対に和風な柵だとちょっと仰々しくなります。沖縄のある地域では家の敷地が道路の高さより低くなっている独特な地形があるので、これは島栗でも作れそうです。道は砂の道も使うとより本格的になります。外観は和風な家の形の方が沖縄の民家に近いんですが、プレイヤーのお家で瓦屋根にすると背が高くなってしまって平屋っぽくないので、かやぶきにするか、外観にはリアリティを求めずにビジュアル重視で現代のお家の雰囲気で選ぶかという感じです。住民のお家だとオレンジ色の瓦葺きに板張りの壁が選択できるので、かなりリアリティを出せると思います。11番目のテーマは甘酸っぱい原宿系です。1番目のテーマと色使いは似てるんですが、こちらはかなりビビッドで原色のエネルギッシュな色味でまとめました。キュートなドレッサーを裏返しにしてオブジェ的に使ったのと、映えスポットみたいなスペースを作ったのがポイントです。他の島栗のアイデアは池とかお花をうまいことハートの形にしたり、あとはアクセサリーやキャラクターショップ、タピオカ屋などお店が密集する狭めの通りとかがぽいかなと思います。ひとえに原宿といってもいろんな系統があるらしく、夢川系とかゴスロリ系、ストリート系などなどいろいろとあるみたいなので、それをモチーフにエリアを複数作るのも面白そうです。
外観はビビッドカラーで派手めな壁を使ったり、アジア壁のピンクや黄色を使ってカオスな感じにするのも手だと思います。12番目のテーマは空色スカイラインです。こちらは2番目に紹介したテーマをさらにナチュラルにしてみました。スカイラインっていうのは空を背景にした時の山とか屋根の輪郭線のことなんですけど、要は屋根を青系でまとめましたというテーマです。道は組木の道や土の道にしても合うと思いますし、前デザなしでも統一感を出しやすいテーマだと思います。他のしまくりアイデアはテーマがシンプルめなので、地形ものびのびした平地多めでもありですし、川沿いにオレンジの木とお家を並べた住宅街を作るとか、もう何でも合うと思います。外観は青系の屋根は固定でナチュラルにまとめてみました。自然な雰囲気になじませたいのであれば、青くしすぎないのがポイントです。13番目のテーマは弾けるビタミンリゾートです。フルーティーでトロピカルなゼリー屋のイメージで作りました。ガーデンテーブルをオレンジ、黄色、黄緑にして、その上に果物に関連する食べ物を置いているのがポイントです。この例だとオレンジの木しか植えてないんですけど、梨やヤシの木を混ぜても可愛いと思います。道も今はテラコッタタイルでよりトロピカル感を出しているんですけど、土の道や砂の道、レンガの道を使うとマイデザインを使わないしまくりだとしてもバリエーションが出ると思います。外観は同じようにビタミンカラーを使うとマッチすると思います。瓦屋根とかやぶきにそういった色が多いのでおすすめです。14番目のテーマはブラックエレガントです。気品と威厳のある豪邸が集まる島のイメージで作りました。飾り柱の上にパールブラックにリメイクした貝殻のオールゴールを置いて装飾を華やかにしているのと、柱の間にプレートアーマーを置いて警備がしっかりしている雰囲気を出したのがポイントです。美術品とも相性がいいテーマだと思うので、彫刻とか石像をオブジェ的に置くと映えると思います。今回はオールブラックでまとめたんですけど、赤や紫といった花を要所要所に入れると存在感を発揮できると思うので、住民にリンクした色だったりエリアによって色を変えてみるとバリエーションが出ると思います。他のしまくりアイディアだと、お家を何軒か隣接させて大きな一つのお屋敷に見せるしまくりだったり、グランドピアノのある屋外コンサート場とか、ガゼボがあって生垣が綺麗に整備された大きな庭園とかですかね。外観は黒や白の無彩色メインでまとめるとマッチします。あと素材は木のものより石や漆喰、金属が使われているアイテムの方がより高級感が出ると思います。15番目のテーマはナチュラルポップな住宅街です。これは先日投稿した島クリエイトのひな形として作ったもので、島クリのレンガの道をマイデザインを使って道路に見立てています。家への入り口をちょっと引っ込ませてキューブライトを重ねた低めの塀を作っているのと、アクセントにパステルカラーを使っているのがポイントです。他のしまくりアイディアはロータリーやコインランドリーが候補にありました。この白いタイルのマイデザインの紹介もしているので、興味のある方はぜひしまくり動画も見てみてください。外観は
明るめオレンジの外壁や屋根にしたり、ドア飾りに差し色を使って遊んでみても可愛いと思います。いかがでしたでしょうか？気に入ったテーマがあったらぜひコメントで教えてください。必ずしも動画と全く同じである必要はないので、複数のテーマとか要素を組み合わせたりアレンジしたりしてみて、ぜひしまくり楽しんでください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。